あれ、今日はママも食べるの？え？高之さんと結婚して実家を出た娘の遥の元気がないことを心配した私たちは、遥と孫のミキと共にレストランにやってきたが、ミキの放った言葉に驚愕する。すると夫が真剣な表情で遥に向き直る。遥、高之さんと3人で一体どんな生活をしているんだ？遥ははじめ黙っていたが、夫の真剣な表情に感化されたのか、ぽつりぽつりと話し始めた。私はさゆり。夫の明との間には遥という一人娘がいる。遥は子供を希望しながらもなかなか妊娠できなかった私たち夫婦にとってやっとできた待望の娘だった。そんな遥を私たちは溺愛し大切に育ててきた。しかし遥を大事にするあまり過保護気味になってしまっていたことも否めない。遥に対しては同世代の誰よりも門限を厳しくし、男女交際についてもまだ早いとなかなか認めてあげることができなかった。それでも遥はそんな私たちの教育に文句を言うこともなく、私たちの愛情を一身に受けて素直で優しい子に育ってくれた。そして大学を卒業した遥が就職を決めた会社で配属されたのは、自宅から通うには遠い近隣県の支店だった。遥、本当に一人で大丈夫？大丈夫。そのためにセキュリティもしっかりしたマンションにしたんでしょ？いつまでも過保護な私と夫に苦笑しながらも、遥は一人暮らしを始めた。実家を離れてみて、初めて遥は私たちに縛られない自由な生活を知ったようだった。一人での生活に羽を伸ばし始めた遥は、次第に私たちからの連絡を面倒がるようになる。電話をしてもそっけなく返されることもしばしばあった。遥、ご飯はちゃんと食べてる？昨日も帰りが遅かったの？お母さん、私もう社会人よ。もう一人でちゃんとやっていけるから、帰りの時間だって好きに決めさせて。でもお母さんもお父さんも心配なのよ。今度はいつ帰ってくるの？まだ仕事にも慣れてないから週末はゆっくりしたいの。だから当分は帰れないと思う。そう。それならお母さんたちがそっちに行こうかしら。遥の好きなご飯作って持って行ってあげる。だからそういうのも大丈夫だって。もうちょっと私を信頼して放っておいてよ。遥に釘を刺された私と夫は、おとなしく自宅から遥の健康を願って過ごすのだった。そんなある日、久しぶりに遥から電話がかかってくる。お父さんお母さん、週末大事な話があるから実家に帰ってもいい？もちろん。ごちそう用意して待ってるから。遥の要件は気になったが、それよりも久しぶりに遥に会える喜びの方が大きかった。しかし、週末帰ってきた遥の横には見たことのない男性がいた。はじめまして、高之と言います。その男性は遥とお付き合いをしているという。さらに遥が衝撃的な言葉を発する。私、高之と結婚したいの。だからお父さんとお母さんにも結婚を認めてほしくて。言葉を失う私とは反対に、夫はすぐに高之さんを質問攻めにする。高之くん、君はいくつだね？今は28っす。仕事は何をしているんだね？今は何も。何も？どういうことだ？遥が慌てて説明する。高之は仕事を辞めたばっかりで、今転職活動中なの。遥の言葉を聞いた夫は、再び高之さんに質問を続ける。仕事を辞める前は何の仕事をしていたんだ？いろいろっすね。車の営業や飲食店、イベントの会社もやってみたけど、でもどれもなんかピンとこないんですよね。どうやら高之さんは秋っぽいのか、仕事が長続きしないタイプのようだった。私と夫は不安になり顔を見合わせる。私の気持ちが通じたのか、夫が厳しい口調で遥たちを諭す。遥はまだ若いし、高之さんも定職についていないようだ。そんな状態で結婚するのは早すぎるんじゃないか？
するとはるかが必死に訴える。そんなことない。高雪だって自分に合った仕事を見つけるために転職しただけなのよ。次の仕事は一生続けるって言ってもくれているのよ。それなら仕事が見つかってからでも。私の言葉をはるかは遮る。それじゃダメなの。だって私のお腹にはもう赤ちゃんがいるから。はるかの発言に今度ばかりは夫も言葉を失った。はるかは涙ながらに訴える。お願い、私どうしてもこの子を見たいの。高雪とお腹の子と3人で幸せな家庭を作らせてください。愛する娘にそこまで言われてはもう反対することなどできなかった。不安だったが私と夫は仕方なく2人の結婚を認めた。貯金もほとんどない2人に援助する形で簡単に結婚式を挙げたはるかと高雪さんだったが、はるかの借りていたマンションに高雪さんが転がり込む形で新婚生活を始める。しかしその後すぐにはるかのつわりがひどくなってしまう。はるか、お腹の子供のためにも出産までうちで過ごした方がいいんじゃない？もともと産後はこっちで過ごすつもりで病院もうちの近くなんだから、うちで体を休めながら出産に備えたら？つわりの辛さにはるかもさすがに了承した。こうして久々に実家に戻ってきたはるかを私たちは温かく迎え入れた。しかし高雪さんは新しい仕事が忙しいのかほとんど実家には来なかった。私たちは仕方なくその分必死にはるかを支え、はるかの寂しさを紛らわせた。そしてはるかは無事出産を終え、私たちの初孫のミキが生まれる。生まれてから1ヶ月間、娘と初孫と過ごせた期間は幸せそのものだった。しかしその幸せな時間も終わりを告げる。1ヶ月が経ち、はるかとミキは私たちの元を離れ、高雪さんの待つ自宅に戻っていく。慣れない育児ではるかが大変な思いをしていないか心配になり、はるかの家に電話をすると、はるかはうちにいた時とは打って変わって私たちにそっけない対応をしてくる。はるか、みきちゃんとの生活はどう？今度の土日は私たちが手伝いに行こうか？やめて、大丈夫だから。でも初めての育児なんだから、もっといろんな人の手を頼っていいのよ。ミキの親は私と高雪なの。だからミキのことは他の人に頼らず自分たちだけでやっていくべきだと思ってる。はるかの堅くなな様子に少し不安になった私はそっと尋ねる。それ、高雪さんに言われたの？高雪はずっと私がお母さんたちに甘えすぎだって思ってたみたい。だからもっと自分一人でちゃんとできるところを見せたいの。もう少し私一人で頑張ってみるから。わかったわ。でも本当に困った時はいつでも言ってね。それからはるかは家族3人で過ごすからといい、お盆もお正月も実家に帰ってくることはなかった。電話をしてもつながらなかったり、やっとつながったと思ったらそっけなく切られたり。はるかが高雪さんとみきちゃんと3人でうまくやっていけているならいいじゃないか。僕たちは寂しいけど我慢しよう。心配と寂しさでやきもきしている私に夫はそう慰めてくれた。きっと自分も寂しい気持ちでいっぱいだっただろうに、夫はそうやって自分にも言い聞かせていたのかもしれない。なかなかはるかにもみきにも会えないまま3年の月日が過ぎた頃、突然はるかから連絡が来る。お願いがあるの。お金を貸してくれない？お金？久々に電話をかけてきたはるかは私にお金の無心をしてきた。聞くとマンションの更新手続きに手数料を払わなければいけなくなってしまったらしい。私たちが探してあげた一人暮らし用のマンションにずっと家族3人で住んでいたことも驚きだったが、高雪さんが働いているにもかかわらず更新料も払えないことも不思議だった。私たちはとにかく一度はるかの自宅に行き、直接会って話を聞くことにした。久々にはるかのマンションを訪れると、すっかり痩せ細り、やつれた顔をしてミキを抱くはるかが中から出てきた。はるか、ずいぶん痩せたのね。やっぱり育児は大変？無理してるんじゃないの？
はるかは力なく笑う。大丈夫。最近内職を始めて少し疲れているだけよ。ちゃんとご飯は食べてる？そうだ、せっかくだから何かはるかの好きなものでも食べに行きましょうよ。すると奥から高幸さんが出てくる。お父さんお母さん、お金って持ってきてくれましたか？ああ、用意はしてきたが。夫がお金の入った封筒を出すと、高幸さんは奪うように受け取る。いやー、助かりました。まさか更新手数料がこんなに高いなんてね。ありがとうございました。お金を引き取ると私たちを追い返そうとする高幸さんだったが、私たちは慌てて止めた。待って。せっかく来たんだからもっといろいろ話も聞きたいし、みきちゃんの顔もゆっくり見たいわ。これから一緒に食事でもしに行きましょうよ。実ははるかの仕事がまだ残ってて、外に食べに行く時間もないんですよ。なので食事なら俺が後で買ってきて仕事の合間にはるかに食べさせますから。高幸さんはそう言うとしれっと手を出し、私たちにお金を要求してきた。夫が出した1万円を受け取ると、高幸さんは今度こそ私たちを追い返すように外に出した。私たちは後ろ髪を引かれながらはるかの家を後にする。それからもはるかの様子が心配になった私たちは、週末ごとにはるかの好きだったおかずと食費の足しにとお金を持ってはるかの家を訪れたが、その度に高幸さんにはるかは疲れて寝ていると言われ、食べ物とお金だけ受け取って追い返された。なんとかはるかに落ち着いて話を聞きたいと思った私たちは、平日夫に休みを取ってもらい、あえて連絡せずにはるかの家を訪ねてみる。お父さんお母さん。相変わらず痩せこけたはるかは突然訪れた私たちに驚きながらも家に迎え入れてくれた。家の中は内職の商品でごった返している。はるか忙しそうね。でもミキのためにはお金が必要だから。そう言いミキを抱きしめるはるかを私たちは半ば無理やり外に連れ出した。このままだとあなたが倒れてしまうわ。もしかしてちゃんと食べれてないんじゃない？まずは何か食べに行きましょう。遠慮するはるかに代わって私はミキに尋ねた。ミキちゃん、今日はおじいちゃんとおばあちゃんとママでご飯食べに行こうね。何が食べたい？ミキね、いつも行ってるレストランのお子様ランチが食べたい。渡したお金でちゃんとご飯を食べに行っているんだと、私と夫は少しほっとして顔を見合わせる。レストランの席ではるかに何が食べたいか聞くと、ミキが不思議そうに尋ねてきた。あれ？今日はママも食べるの？え？ミキの言葉を聞いて、夫は真剣な表情ではるかに向き直る。はるか、高幸さんと3人で一体どんな生活をしているんだ？はるかははじめ黙っていたが、夫の真剣な表情に感化されたのか、ぽつりぽつりと話し始めた。実のところ、高幸さんは定職に就くことなく、常に職を転々とし、年齢が上がるに従って正社員で雇用してくれる会社は減ってきているという。その上、高幸さんはかなりの浪費家だったようで、貯金はみるみるなくなっているという。生活費を稼ぐために仕事をしたいが、ミキを保育園に入れるお金もなく、今は子育てをしながらミキが寝た後、睡眠時間を削って内職していると話してくれた。しかし、そのお金もすぐに高幸さんが使ってしまうため、食費もままならない生活をしているそうだ。私たちが渡したお金はどうしたの？あのお金も高幸さんが管理してるから、お父さんたちに聞かれた時のために数回このレストランに連れてきてくれたけど、お金がもったいないから私は食べるなって言われて。だからミキちゃんはあんな風に言ったのね。でもいいの。ミキが喜んでくれるなら私のことはどうでもいいの。お母さんが作ってくれたおかずのおかげでミキだけはお腹を空かせずに済んでるから。この様子だと私が作って持ってきたおかずもはるかの口にはほとんど入っていないのだろう。私ははるかの境遇を思うと涙が出そうになる。やはりあの時、私と夫が感じた不安は当たっていた。無理にでも
結婚を思いとどまらせるべきだった。はるか、みきちゃんを連れて家に帰ってきなさい。私たちと一緒に暮らしましょう。隣で夫も深くうなずいている。でも、自宅に帰ってからも迷っていたはるかを説得し、実家に行くためにトランクに荷物をまとめさせる。そうこうしていると、玄関のドアが開く音がする。お父さんお母さん、何してるんですか？帰ってきたのは高之さんだった。自分の荷物をトランクに入れているはるかを見て声を荒げる。はるか、お前何してるんだ？その荷物は何だ？怯えるはるかをかばうように夫が口を開く。はるかを責める前に私たちにちゃんと説明してほしい。いくら転職を繰り返して給料が安いと言っても、生活費もままならないほどお金がないというのはおかしいんじゃないか？一体何に使ってるんだ？それは。威勢の良かった高之さんが急に口ごもる。私はこそっとはるかに耳打ちする。はるか、あなたネットでカードの明細は見れる？見れるけど、じゃあそれを確認して。はるかがスマホを操作し、明細の画面を見せる。明細の中身でひときわ目を引いているのが、高額の支払いをしている夜のお店や女性もののブランドショップだった。それを見た夫はいぶかしげにつぶやく。水商売の女性にでも貢いでいるのか？高之さんは一層動揺する。何を言ってるんですか？これは仕事の営業の行きつけの店ってだけですよ。言い終わると同時に高之さんのスマホの着信音が鳴る。焦った高之さんは慌ててスピーカーのボタンを押してしまう。電話の向こうの声が部屋の中いっぱいに流れ始める。高之さん、昨日もボトル入れてくれてありがとうね。今度新作のバッグが出るからまた買ってほしいな。今度はいつお店に来てくれるの？高之さんは慌てて電話を切るが、もうどうやってもごまかしようがなかった。私が冷たい目で高之さんを見ると、夫がはるかに問いかける。はるか、わかっただろ？この男といても、はるかとみきちゃんに幸せな未来はやってこない。離婚してうちに帰ってくるなら、私たちはいつでも歓迎するよ。離婚という言葉を聞き、高之さんは焦り始める。はるか、お前は離婚なんてしないよな。ミキと会えなくなってもいいのか？黙り込んでうつむくはるかを見て、高之さんは勝ち誇ったように言い放つ。お前は妻なんだから、夫の俺の言うことを黙って聞いていればいいんだよ。それを聞いた私は高之さんを怒鳴りつける。いい加減にしなさい。夫だからって妻が何でも言いなりになると思ったら大間違いよ。突然の私の怒号に高之さんも面食らっている。私は唖然とする高之さんを無視し話し続ける。私がずっと妻として夫を支えてきたのは、夫のことを尊敬し信頼しているから。あなたのように家族を顧みず、外の女性に貢いでいるような夫のことを尊敬できるはずがないわよ。そんな人、支える価値もない。そして私ははるかに向き直る。はるか、あなたもお母さんとお父さんの関係を見て、妻は夫に尽くすべきって思ってるかもしれないけど、それは違う。妻の立場じゃなく、あなた自身がどうしたいかを考えて。はるかはまっすぐに私を目を見つめて真剣に聞いている。はるか、あなたはどうしたいの？はるかはゆっくりと、しかしきっぱりと言葉を口にする。私は高之と別れたい。そしてミキは私が引き取って育てたい。私ははるかに力強くうなずいた。隣にいる夫も娘の顔を誇らしく見守っている。高之さんははるかが発した決意にうろたえている。そんなことできるか。ミキは渡さない。しかしもうはるかは高之さんのそんな様子にひるむことはなかった。それはあなたが決めることじゃないわ。きっぱりと高之さんに告げ、ミキの手を取る。ミキ、よく聞いて。パパとママね、別々のお家で暮らすことになったの。ミキはパパとママ、どっちと一緒に暮らしたい？ママ。
ミキは即答した。ママはいつもミキと遊んでくれてご飯も作ってくれるから大好き。でもパパはお家では威張ってばかりでママに意地悪言うから嫌い。はるかはミキを抱きしめ、改めて高雪さんに向き直る。これでわかった？あなたにミキを引き取る資格はありません。別れてください。一言も言い返せず、うなだれる高雪さんをよそに、はるかはテキパキと荷造りを終え、ミキの手を引きながら私たちに頭を下げた。お父さんお母さん、しばらくお世話になります。ミキもはるかを真似して頭を下げる。こうして私たち4人ははるかの自宅を出て家へ戻った。その後、夫が手配した弁護士の計らいで、はるかの離婚はすぐに成立し、ミキの親権もはるかのものとなった。高雪さんは今まで使い込んだ分のお金の支払いを命じられ、財産分与のお金よりもマイナスになり、借金苦に陥っている。住んでいたマンションも解約したため、住む場所もなく、借金を返すために住み込みのバイトと夜の仕事のダブルワークで、遊ぶ暇もないほど働き詰めの生活を強いられているようだ。一方、実家で暮らし始めたはるかとミキは、すっかり元気そうに穏やかな生活を続けている。お父さんお母さん、財産分与以上のお金が手元に残ったから、そろそろ実家を出ようと思うの。私と夫は反対する。あなたは女性一人でこれからミキちゃんを育てるの。そのためにはここで生活するのが一番いいんじゃないかしら。でも、いつまでもいたら迷惑じゃ。迷惑なわけないでしょ。あなたは一人で頑張りすぎなの。もっと私たちを頼ってちょうだい。頼っていいの？もちろんよ。あなたはいくつになっても私たちの大事な娘なんですから。ありがとうお父さんお母さん。泣き笑いするはるかと不思議そうに首をかしげているミキを見ながら、これからも夫と力を合わせて大事な娘と孫が幸せになれるよう全力で守ってやろうと誓ったのだった。